Hi guys! JFK ことジオフランシス・カマタです。オピニオンサイトアゴラに掲載された僕の、記事について解説したいと思います。記事のリンクは動画の概要欄に貼っておきます。リカさん、記はい。事さっき送ったんですけど、感想ちょっと言ってくれないですか？ネタバレをしないように言いますと、トランプ氏が実は今回の2020年上院議員選挙に一役買っていたことが判明しました。一言でまとめるとトランプが自爆をしたっていう、この2ヶ月。そういう内容の記事なんですけど、11月3日の時点、選挙が終わった時点で、トランプは大統領になってから、すべての期間をして一番その影響力が強い時だった。で、なんでかっていうと、その11月3日の、選挙結果であらわになったのが、その共和党が、トランプが共和党の候補者を一番多く、歴代で得票数を取った。で、過去数十年の間で最も白人じゃない人から票を取った共和党の候補になった。それらのことから、トランプという現象そのものが一時的なものじゃなくて、これからもずっと続いていくんじゃないかっていうことが、その明らかになった。その瞬間が11月3日だと思ってて、で、その勢いがあれば、2024年、共和党に予備選に勝って、また大統領の座に戻ることが十分考えられる状況に、トランプ大統領があって、ホワイトハウスを退いてもなお影響力を持ち続けると僕は思っていました。11月3日の段階で。で、その選挙終わった直後にそういった感じの記事も書きました。だけど、この2ヶ月の間でいろいろ大きく変わりました。で、なんで変わったかというと、端的に言えばトランプが自爆をしたから。で、どういうふうに自爆をしたかっていうと、11月3日の選挙終わってから、不正選挙があったんだっていう、そういったキャンペーンを、始めました。で、始めたことによって、何が起こったかっていうと、ジョージア州であったすごく大事な選挙に、負けました。で、なんでその不正選挙のキャンペーンと選挙が関係あったかっていうと、その不正選挙あったってずっと言っちゃうと、言ったことによって、ある一定数の共和党の人たちが、それを信じていた。で、信じていたことによって、自分が選挙に行っても、あれは不正選挙だから自分とはカウントされないんじゃないかっていうような思考が働いて、選挙に行かない人が一定数、いた。傾向は実際にその数字上で現れていて、1月3日あったジョージア州の選挙は11月に3日にあった選挙のやり直しなんですね。で、その、2回あったジョージア州の選挙の得票数、共和党のパデュー氏の得票数の推移を見てみると、1月3日の投票数は240万。だけど、1月6日でもらった票は220万。で、この2ヶ月はね、減った。20万票も、下がっちゃって。で、逆に民主党は、その下げ幅を10万ぐらいに抑えれて。で、それが決定的になって、その上院の選挙を左右したっていう。だからもしトランプが、いや、俺は負けたけど、いや、この上院選に勝つか、負けるかで、俺の今までの功績が全てなくなるかもしれないから、お前らどんどん選挙に行けって多分みんな言ってたと思うんです。そう、だけど、逆のことをやってしまった。上院は、下院、上院、大統領、行政府、立法、すべて民主を取っているから、もうこれから、トランプがやってきたことをすべて覆す作業が行われていくであろうと思っている。うん。で、それが自爆第一。で、自爆第二が、議会で起こった暴動1を、月6日のだよね。そうそうそう。で、あれも、不正選挙キャンペーンの一環で起こったもので、うん。で、その不正選挙キャンペーン自体、トランプの熱狂的な支持者はすごい支持してたから、そのトランプのシーンはちょっとわかんないけど、議会に行けって言って、トランプ支持者が議会に行っちゃって、暴動を起こしちゃっうん。て、で、そのせいで、今までどんなことをトランプがツイートしても、何をどんなスキャンでやらかしても、変わってきた共和党の人たちがどんどん反旗を翻してというか、もう批判的になりだしてね。うん。で、トランプは、その共和党という組織をいろいろ総動員して、自分の政治的な権力を高めていったわけだから、それを取られちゃうと、過去4年間のように権力、自分の影響力を行使することはすごく難しい状況になる。
ある意味、自分の支持基盤を自分から離れさせることを、結果を生み出して自爆をしたって言ってもいいんじゃないかっていう思います。なるほど。なんかトランプ氏、大統領になってから一回弾劾裁判を経験して、もう一回、最近弾劾されようとしてると思う。そうですね。民主党が主導してやろうとしている。どうなると思う？弾劾、本当にされると思う？今回は。弾劾されないでしょうね。されないな。下院は今民主党が多数を取ってるから、多分通ると思うんで、9割ぐらいの、民主党員はもう弾劾しろって言ってるから、その、圧力によって多分通ると思います。だけど、上院ではまだある程度のトランプ大統領の影響下は残ってることから、で、今拮抗してるじゃん。上院で共和党で民主党は。で、今の段階では、仮に民主党50人が弾劾したとしても、共和党から17人の人が弾劾を賛成する方向に回らないと、弾劾っていうのは成立しないです。で、今の時点で5人ぐらい共和党からもうトランプはけしからん弾劾しようって言ってる人いるんだけど、17人まで絶対いかない。だから、上院で弾劾決議案自体はボツになるであろうと思います。でもさ、今回1月6日に、議会選挙事件が起こったように、そのトランプの演説の一言で多くの人が、暴動に走ってしまったし、何名か亡くなったわけなんだけど、共和党的にはそのトランプさんが逆に弾劾されないで、このまま、もう一回選挙、大統領選に出馬できるかもしれないっていうチャンスを残しておいて大丈夫なの？イメージとか。そういう感じの好感度的に。イメージはすごい悪いだろうね。傍から見たら、テロ行為を誘発した人物、民主的なプロセスを暴力によって覆すことを奨励した人と、これから関連付けられることは、あまりイメージとしては悪くないし、これから何十年先の人が過去を見て、共和党の人たちがトランプ大統領弾劾しなかったって言ったら、すごい、あの人たち、正解ないなと思われると思う。だから、近未来の選挙に勝つために、で、またその未来の自分たちの評価を考えると、ここでトランプと決裂をしないと僕はいけないと思うし、政治家たちの、良心が痛むんじゃないかっていう、思うから、個人的には、ここで決裂しなきゃいけないんだけど、そうね、選挙に勝ちたいっていう誘惑とどう戦っていくかがすごいジレンマになると思いますね、共和党は。さあ、どうなんでしょう。という形で今日は終わりたいと思います。ジュカさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。記事皆さん読んでください。